ソーセージとキャベツを茹でていきます。先ほど茹でたソーセージちょっと加熱します。いやー美味しそうな状態ですね。はい、こんにちは、シェフのホビューです。今日はソーセージのペペロンチーノを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティ、ソーセージ、キャベツ、ニンニク、唐辛子、パセリ、ミニトマト、粒マスタード、カレー粉、オリーブオイルです。はい、それでは今日はペペロンチーノシリーズということで、ソーセージとキャベツを使ったアーリオーリを作っていきます。でこのレシピは数年前にビール王国さんのペアリング企画で作った創作のパスタ料理です。で僕自身ものすごい気に入っているレシピの一つなので、これからそのレシピをですね紹介していきたいと思います。最近ですねファビオ飯公式アプリの方でも YouTube にはないイタリア料理のレシピを週1で配信しているので、興味のある方はぜひ遊びに行ってみてください。はい、それでは早速作っていきます。はい、それでは今日は遊び心を加えたパスタ料理にしていきたいので、ソーセージにカレー粉、マスタードでトマトとこのキャベツを使うことによってドイツのベルリンの B 級グルメのカリーブルストの味わいを感じていただける仕掛けにしていきます。でこれソーセージはトッピングの要素で使っていきたいので、もうこのまま半分カットするだけ、こんな感じです。でミニトマトは4分の1カット。でこのミニトマトにはあらかじめですねまんべんなく塩をしておきます。で次はキャベツです。1人前あればいいんですけど、今日はこのキャベツをトッピングとしてちょっと巻いていく形にするので、これだったら半分これぐらいのサイズにカットしていきます。これはこのままで OK で、このでかすぎるやつはちょっと半分ぐらいに切って、でキャベツがこんぐらい、こんな感じです。であとは基本のアーリオーリオのニンニク、唐辛子で、イタリアンパセリじゃなくて今日はパセリでやっていきます。でパセリはこうちょっと潰すように持って、であとはこうみじん切りにそんな意識する必要なくて、潰した状態でこう包丁を動かせば一発でこんな感じで切れるので、これで OK です。でニンニクは中の芯を取ってみじん切りにしていきます。はい、これで材料カットが終わったので火入れに入っていきます。はい、それではまずは太めのスパゲッティとソーセージとキャベツを茹でていきます。キャベツとソーセージは1分で茹で上げていきます。でお湯の中には2リッターに対して 30g の塩が入った状態です。はい、それでは1分経ったので、このキャベツとあとはソーセージ、ちょっとソーセージ隠れてましたね、2つで茹で上げて、でこれはこの後ですねトッピングを作っていきます。はい、まずはオリーブオイルで先ほどカットした粗めのニンニクのみじん切りと、で唐辛子はお好みの量ですね、砕いて、で火にかけていきます。でまずはですねこのニンニクがふつふつするまで加熱していきます。はい、それでは今フライパンの中がふつふつしてきたので、みじん切りのニンニクを加熱するときはですね、やっぱり粒がちっちゃくて焦げやすいので、ちょっと一回このごく弱火にはするんですけど、ちょっとフライパン揺すってください。揺すってこのフライパンの中の温度をちょっと均等にしてあげて、揺すってからごく弱火でもう一回キープです。でこの状態で2、3分ぐらいですね加熱するイメージです。でじっくりとニンニクの香りを立てていきます。はい、それでは今数分加熱してニンニクにも少し色がついてきて、香りも柔らかい香りが出てきました。そしたら先ほど茹でたソーセージちょっと加熱します。もうちょっと温めるイメージで
ソーセージを加えて、でそしたら先ほど塩をしてなじませたトマト、これが今日はうまみとして入れていきます。トマトでパセリのみじん切りで加えたら、フライパンをフラットにして、でトマトとパセリをなじませます。でオイルベースのパスタはもうここで火を切ってしまって大丈夫です。でそこからですね、この今火を止めてパセリからも多少水分は出ていくんですね。なのでこの状態で火を切っておいて、仕上げの面を巻いて完成って感じです。でトッピングを作っていきます。で先ほど茹でたキャベツにまずはソーセージをのせて、で今日のものすごいポイントです。これ粒マスタードを加える。で粒マスタードは酸味があるので、このキャベツと一緒に食べるとザワークラフトのようなニュアンスになるので、結構多めに粒マスタード入れてください。でそしてカリーブルストなので、ソーセージに少量のカレー粉で、あとは巻き方は特にこだわりはないんですけど、ソーセージが隠れる感じに、こんな感じ、ソーセージとマスタードを隠す感じで、巻いていく、こんな感じで、これをですね最後にパスタの上に乗せていきます。はい、それでは麺が茹だったので合わせていきます。で最後に軽く湯切りが甘いパスタ入れて、あと一番ポイントなのはこのニンニクオイルのいい香りをまとったオイルをパスタ一本一本にこうまとわせる、混ぜる。いやー美味しそうな状態ですね。そうすると混ぜるだけですね、今パスタにツヤが出てきました。でこれでもうオイルパスタが完成したので盛り付けに入っていきます。はい、これでカリーブルストのアリオーリオ完成です。はい、それではいただきます。いやこれですよ。これは美味しいです、本当に。皆さんこのペペロンチーノはですね、分かりやすい味で本当に美味しいです。で今日はせっかくこのビールのペアリングのパスタでもあるので、ビールあるのでちょっとビール飲みながら食べたいと思います。いきます。美味しい。めちゃくちゃ美味しいよこれ。これ大体どのビールに合わせていただいてもこのペペロンチーノ最高に美味しい仕掛けにはなってるんですけど、もうまずはウインナーとビールの鉄板の組み合わせがあります。でそこに実はパスタとビールっていうのも、すごく相性が良くて、小麦とあと麦芽なので、こう太麺でやるっていうのが今日のポイントでですね、太麺のペペロンチーノとビールっていうのもすごく相性がいいので、これはですねすぐ作ってほしいようなペペロンチーノですね。今日は冒頭でもお話ししたんですけど、その北ドイツのベルリンっていう町の B 級グルメにカリーブルストっていう、要はソーセージの上に甘辛いケチャップみたいな、トマトソースみたいなケチャップみたいなのと、あとはそれにたっぷりなカレー粉をかけて食べるっていう B 級グルメがあるので、その B 級グルメを考えた時に今日のこの塩をしたトマトがですねすごくいい仕事をしていて、そのペペロンチーノにトマトが入っているとですね、このソーセージの詰め物とこのトマト一緒に食べると、さらにこう噛めば噛むほど、あれこれカリーブルストなんじゃないっていうぐらいですね、すごい完成度の高いペペロンチーノになってます。はい、ごちそうさまです。
今日のこのペペロンチーノは本当に美味しいので、ビールのおつまみ欲しいなっていう時にですね、ぜひこのレシピで再現して作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。